かなこ民家ピ。 Lift me like an olive branch and be my 今日は一人作業なので、この間かなこちゃんが切れなかった木を次この大きいのは無理なので伐採しようと思います。はい、とりあえず、今日の伐採が終わりました。前回ここかなこちゃんが切ってくれたツツジがあって、ここにちょっとよくわからない木があったんですけど、これが暖かくなってくると結構ひこばえを出して、この裏庭中全体にひこばえが広がるような木で、ここら辺も全部ひこばえです。この境界をまたいでいるので、隣の管理の方と1年前ぐらいから話をしてたんですけど、一切音沙汰がなくなってしまって、とりあえずこっちの分は切ってもいいっていう話だったので、切れるところだけ切って後で報告したいと思います。隣はいろんなスポーツされる方が来るみたいで、結構ゴミがこっちに入ってくることがあって、ここ今伐採した枝捨てたんですけど、結構お菓子のゴミが入ってきます。故意に捨てられてるのか風で飛んでくるのかわからないんですけど、早くこっちをきれいにしてゴミを捨てられないような庭にしようと思います。ちょっとこの木がよくわからなくて、切ってるとちょっとよだれのような臭い匂いがして、樹液が初め白かったんですけど、10分か20分経つとこんなクリーム色になってます。結構繊維質で外がなんだか紙が作れそうな感じの木です。やっぱり中にもう虫が入ってたりして半分ぐらい腐ってました。でここも大きいツツジがここに生えてて、今日切った分です。この隣には南天がいくつか生えてたり、赤目柏がここ群生してました。でここ切ったら多分お隣さんのですけど、祠が出てきました。ここ早めに何か植えて教会作りたいと思います。ここ全部ちょっとのり面になってるんで、早めに何か植栽して、雪崩が起きないように崩れないように整備したいと思います。とりあえずはこの大量に溜まった剪定枝をまたウッドチップにするなり
コンポストに埋めれないなんか考えたいと思います。今日は以上です。おはようございます。かなこです。今日も伐採やっていきます。昨日はあーちゃんがお休みだったので何本かあつひろさんがやってくれたんですけど、今日は私が一人でお休みなので、一人で伐採します。ちょっと最近なかなか休みが合わなくて二人で作業できないんですけど、とりあえずお互いできることをやって庭作りを進めていってます。で、今日私が切るのはこれはなんかヒイラギみたいな葉っぱのやつと、これとあとこれ切ろうかなと思ってます。これはちょっと大きいです。できたらこの辺のひっつき虫がすごいので、これも片付けちゃおうかなと思ってます。こっちもいっぱい違うタイプのひっつき虫もいます。ちょっと嫌なのでこれは一掃しようと思ってます。じゃあやってきます。はい、1個目終わりました。結構ボリュームがありました。なんか途中勝手にカメラの向きが変わってて撮れてなかったんですけど、ビフォーアフターということで終わりました。次奥の、木を切ります。はい、2本目切り終わりました。で、切ったのがこれ。一番最初のよりは簡単でした。次あれ切れるかな。ちょっと大きい。なんかこことかすごいんだけど、くっつき虫が超大きい。嫌だうわ最悪だ。さあやりましょう。切れるかな。ちょっと大きいよね。おずちゃんごめん、今からこの木を切るんだよ。
かわいい。代わりになんかの木を植えます。切ります。はい、3本目終わりました。疲れた。結構大変でした。今日切った木、すごくない？結構切りました。ちょっとこの奥の枯れてるのはこの間切ったツツジだけど、でも全部私やりました、これ。すごくない？すごくないですか？さあ、ちょっと本当にこのくっつき虫がめっちゃ嫌なんで、片付けます。すごくない？ちょっと見て。全部、ほら。全部切った。もう、ないよ、ここ木。頑張ったんじゃないですか？はい。じゃあこの忌々しいくっつき虫たちを駆除していくのですが、画期的な方法を思いつきました。前はもうこのまま切って直接袋に入れてたんですけど、結構これ先がこう広がってるので、袋に入れるときにこう先をこう縮めながら、それか小さく切りながら入れたりとか、こう面倒だったんですよ。服とかにもくっつくし、でこの枝の細い方から入れても結局押し込むときにトゲが当たって手とか袖とかにくっついて、めちゃくちゃめんどくさかったんで、いろいろ考えてこの方法を思いついたんですけど、これまずこれを切っちゃって、パツって、でここにどんどん乗せてって、で最後これごとぐるぐるっとくしゃくしゃっと丸めて、でゴミ袋に入れると。そしたら種も地面にこぼれないし、袋に入れやすくなるし、服にくっつかないかなと思ったんで、ちょっと試してみます。早いぞ。この縁の布のところについちゃったけど、これはもう後でピピッと取ります。
このざま。一番いい方法はもう種が発芽した時に赤ちゃんの状態で引き抜くこと。これが一番簡単だと思います。終わり。引っ張った方がいいか。そうなってたのか。あうわ、あー、はいはいはい。そのまま植えてもいいか。もうこのまま。このままいっちゃおうか。はい。レモンでまあ、レモンいこうか。いいんじゃない？いいね。皆さんこんにちは。はい、こんにちは。はい。今日は伐採した後の場所に植え付けをします。はい、用意したのがオリーブが3本。オリーブ3本。違う品種だね。違う品種で揃えた。はい。と、ユッカ。ゆっか。これはコンポストに捨てたやつ。捨てた枝から伸びてきてたやつ。結局植えることにしましはい。た。と、レモン。レモン。シワシワだね。だいぶ寒さでう黄色くなっちゃってます。ちょっと早いけどね、時期は。ん。そうだね。一気にね、植えちゃいましょう。はい。はい。ああ、いたね。いったね。できる？転がしうん、転がしとこう。裏返して。よしよし。とりあえずこれ完了だ。あ、すっきりしたね。すっきりした。どういう向きで？そうか、そうかだよね。そうだね。こうか。うん、どっちでも好きね。その方がいいかも。はい。よし、じゃあこれでかぶせちゃおう。いっぱい出てきそう。これはもうただ植えただけだね。だね。いうか、これからここにずらっと一列今日植えていきますよ。で、隣にオリーブを植えよう。そこかな。ここだよね。うん。じゃあ。ここはちなみに1、2週間前に苦土石灰と、堆肥を入れてるんですね。いいんじゃない？次はでも。はい。そう、ここは早く植えないとのり面が崩れてくるからね。そうだね。
万歳よ。こんな感じになりました。まだ小さいからよくわかんないけど支柱つけるか。ちょっと今はぐちゃぐちゃの裏庭ですが、この間剪定した木から支柱を抽出しようと思います。それまっすぐだね。刺さるかしらね。大丈夫よ。ポンポンといけば。だけど、多分根本もなんかあるでしょう。それ棍棒？根本で。原始人みたいな。入ってく？入ってくわ、入ってく。いいんじゃない？うん。いいんじゃない？うん、いいんじゃない？あ、すごくいいじゃん。うん、すごくいいです。紐？紐。とんがらせたよ。お、すごい。ちょっと長くなって長すぎる。いいんじゃない？これを行くか、まっすぐね。差し木になって根っこ生えてきたりしないよね。あ、逆に。あ、おお、早い。こういう感じよ。うん、安定してます。早い。よし、できた。おお、早い。ちょっと尖らせてみる。工夫。かわいい。支柱を立てました。しっかり。後ろに大きいモズがいてかわいい。もずずしていいよ。よし。イエーイ。終わった。だいぶうまくいったんじゃない？うん、すごい綺麗。未来の姿が目に浮かぶね。いいじゃん。今まで伐採とか抜根とかばっかりだったけど、うん。これからはうん。植樹。そう、本当はここも抜根したかったんだけど、その後これがちょっとのり面になってて崩れる恐れがあるので、とりあえず根っこを入れたまんま新しいやつ植えていくっていう感じで、また西側とかの方は抜根できたらしようかな。はい。じゃあ今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願